月25日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンゲルディをプロデュースしている振付師あかねです。ということで、ちょっとなんか喉が、あれかさついてるでも全然元気なんですけれども。はい。まあちょっと肌寒い時期となっていきましたね。私はまあ先週は、そう、中国の防具の、まあ、イベントに出たりとか、それから台北でまた音楽番組の、生放送があったりとか、まあなんかそう海外に行ってたんでございますけれども、そう。それでね、ずっと食べてみたかったとあるものを食べました。臭豆腐。知ってます臭豆腐。もう、なんていうの、屋台とかでよくこう、並んでて、もうとんでもない、この、なんていうんですか、匂いを放つ。まあ、その名の通りの匂いを放ってる豆腐なんでございますけれども、そうずっと、もうね、まあ結構独特な匂いがしますから、通るだけでグッとくるような、まあでもちょっと食べてみたいなということでね。で、メンバーの、そのアバンギャルディのメンバーのセイラが、それでちょっと動画撮るっていうことなんで、ついでに私も一緒に食べてみましたけれども、本当に、無理でした、私も。なんていうの、他に食べてる人はね、いける美味しいとか言ってる人もいたんですよ。確かになんか食べてしまえば匂いはちょっとわかりにくくなるけれども、やっぱりね、もう鼻にこびりついて、その日一日中取れなかったです。はい。でもなんかちょっと、トライできてよかったなって、人生に一回は食べてみたかったから。でもおすすめはちょっとしないですけど。でもあれを、さあ、みんな食べてるからね、あれを、そのソウルフードと言いますか、スナックで食べるっていうのはもおやつ。いや、納豆とかじゃなくてね、もうなんて言ったらいいの、すごいよく言えばごまドレッシングみたいな。けど、なんやろ、もうほんまに、まあ、臭い、匂い、臭ってるとはまだ違う、あれですもんね。納豆とはさ、やっぱ納豆は発酵させてる。ちょっと違ったな。納豆の方が100倍美味しい。何ですかね、子供の時から食べれるのかなあれをね。はい、でもちょっとトライしてみましたね。皆さんもよかったらぜひ。はい。ということで、まあ、久しぶりの収録ということなんですけどもね。はい。まあ、その海外でのお話とかもいろいろできたらと思います。アバンギャルディのおかっぱトーク、今週もございます。そして、新入部員候補連れてきましたのコーナーもあります。さらにですね、はい、もうすごいんです今日。大先輩のパパイヤ鈴木さんと、少年隊の西京里和樹さんからの、はい、メッセージを番組のどっかでお届けしたいと思います。もう、ミッキーさん、大ファンですから、私。もう少年隊で一番好き。はい。やばいです。だから嬉しい。どんな、はい、コメントをいただけるのでしょうか。はい。ということで、FM 大阪アカネクラブ、今日の一曲目。この曲なくしては先週を語れないというぐらいです。はい。じゃあ、この曲からスタートします。今日まさにそれだもんね。はい。エナジーで、フライデーナイト。FM 大阪アカネクラブ、振付師のアカネです。それでは、アバンギャルディのオガパドはい。ということで、今週はこのお二人が来ています。ご紹介お願いします。サナアバンギャルディです。小花アバンギャルディです。よろしくお願いします。はい。ということでね、ただいま大阪って感じでございますけれども、そう、先週はですね、中国と台北とちょっとバタバタしておりました。そう。まずは、ボーグチャイナのランウェイのね、ショーに出させていただきました。はい。普段は制服をかっぱ姿でございますけれども、今回は、そのランウェイを歩く時にですね、健三さんの、健三さんってブランドの方のね、世界的ファッションブランド、健三の、はい、ブランドのアイテムを着用して、登場しました。はい。いかがでしたか？緊張しましたよ。めちゃくちゃ緊張した。なんか、ないし、説明も結構アバウトやって、もうなんかやってみるしかないみたいな感じやって、なんか印で止まってとか言われたけど、印もないし。いや。そうよな。いや、結構ほんまにただの道路をもうそのランウェイに見立てて
まあやってたから、まあもちろんね、バミリなんてもうもちろんないですし、まあでも確かにちょっとやっぱり普通にモデルさんではないので私たちダンサーなので、やっぱ踊りながらランウェイこうウォーキングしようみたいな感じで言ってたんだけど、そのね、まあポジションが、タイミングがなかったということで。そうなんです。だけど、ちゃんと起点聞かせてた人もいましたよ。はい。そうですよね。はい。誰？のなさんとことねちゃん。そうですね。それを見て、後ろがどんどんやってましたっていう感じ。そう、野名さんと小花様の野名さんなんですけど、あれちょっと待って、もしかしたら目印ないかもしれへんって気づいて、直前にもうあそこから踊り出そうって言って相方に、琴音に言って、パーって踊り出したって。さすが。その前に一番初めに出てきた、この園さんですよ。ポーと歩いて、誰かともう一人、そのと。だから、ポーと歩いてさ、何やってんのこの子たちみたいな。してないけど。ほんと楽しいよと思いながら。まあでもねそれでもさ、そう、それ言ったらさ、もうほんまにあれ、世界で、まあ、やっぱ言ったらトップクラスのさ、モデルさんが登場してるわけでしょ？どういう感じだったんですか？もう鳥肌止まらんかった。歩いてるだけやのに、うんうん。なんか風がその人のために吹いてるかのような、衣装と髪の毛と、はっさーって風切る感じがもう、たまらなかったですね。すごいななかなかあんなの間近で見れることないし、はい、あとなんか、どっちかというと、ファッションの、ランウェイだと、結構その、なんか歩き方とかも、なんやろ、超シンプルにしないといけない。なんでかって言ったら、洋服を見せないといけないから。でも今回はなんか、そういうアーティストだったりとか、モデルさんとかがメインで、で、お洋服も着てみたいな感じだから、なんか歩き方結構みんな様々で、ね、なんか、こう、なんだろう、アイテムをこう、うまく利用しながらね。うん。人もいたり、ヘッドもしてる人そうもいたり。そうそう。なんかね、すごい個性的なショーでしたね。はい。すごい。で、まあその中でランウェイも歩きつつ、我々のパフォーマンスもあって、はい、で、まあ今回その、まあファッションっていうか、まあ防具のショーなので、もうとにかく、なんやろ、おしゃれにかっこよく作りたいなと私も思いまして、選曲もちょっといつもとは違った形で、まあでもね、なんか、こんなこと自分で言うのはなんですけど、得意なんですよ。はい、おしゃれなの得意なんです、私。うん。めっちゃ好きでした、今回の。ありがとうございます。なんかそうなんですよね。やっぱ、いや、私、普段から、それこそもう、防具とかは、高校生の時から愛読してるんですね。はい。もうやっぱファッション大好きで。で、防具ずっと読んできてたし、で、まあなんかそういう、そこからこうインスピレーション受けて踊りを作ることがあるので、だからもうすごいもう、はい、得意ですって感じで、もう曲からのニュアンスと空気感と、この防具の感じねっていうところから、選曲もそう、決めたし、そんで、まあもう、言ったらちょっとなんでのが、よりアバンギャルディがアバンギャルドな感じに、形がないっていうような構図で、なんかもうニュアンス、全部首の角度とかも、なかなかおしゃれなニュアンスを追求した形でありました。だから難しかったんじゃないですか。めっちゃ難しかったですね。合わない。うん。そうですよね。だからそれをちょっとこうイメージして、形作りました。で、まあ今回もさっきも言ったけど、ファミリーって言ってね、私たちが命としている、まあナンバリングしてる、90センチ間隔でナンバリングしているまあ、ファミリーというものがなかったのでですね。まあ、前日のリハーサルなんかとかで、もう合わせて、で、振り付けも、その元々あったのが、やっぱ使えないっていうかまあ、なりましてね。ちょっと、はい全部作り変えましたね。はい、途中から半分ぐらい全替えしました。みたいなハムディックも、海外ではあるあるということです。はい。っていうのがありました。メッセージも紹介する。世田谷区のゴールドさん。あかねさん、アバンギャルディの皆さん、いつも心をわしづかみするような弾けるパフォーマンスと笑顔をありがとうございます。ありがとうございます。このラジオと皆さんのパフォーマンスが楽しみで日々過ごしています。もう、嬉しい。ねえ、嬉しい。ところで、あかねさん、もし別のアートフォームに挑戦するならどんなものに挑戦してみたいですか？また普段、他のアートに触れてみて、これええな、みたいなのがありますかって。だからもうちょっと、ほんまにね、まあ、ボーグチャイナのそういうランウェイでのショーとかは、まあ、アートに近い形のものには、ショーにはなってたんだけど、私は結構現代アートが好きなんですよ。
だから、その現代アートと何かコラボレーションできるとかもめっちゃ楽しそうや。なんか絵とかじゃなくて割と造形物となんかこうコラボレーションするのはちょっとなんかやってみたいなっていうのはすごいあるし、なんか結構自分はまあなんかちょっとやっぱり、なんやろうな、まあコンテンポラリーじゃないけど、ちょっとそういうものもやっぱ見て好きなものはあったりするので、だけどつまんないものは嫌なんですよ。そんなこと言いながら、コンテンポラリーってちょっとつまんないものも多いんで、はい。でもそのあるんですよ。やっぱり、何っていう、ちょっとわかりにくい、まあ、よりちょっとエンタメにちょっと近づけた形で、なんかそういうのも交えてやってみたくて、だからそれはなんか多分、そういう現代アートとかでやれば楽しいかなとか思ったりしますね。今度またそう、ずっと行ってみて、これ行ってなかったんやって自分でも思ってちょっと焦るところがあるんだけど、石川県にある20世紀美術館ですか？ 21世紀です。20世紀だった。20世紀間違えたけどね。世紀間違えすぎです。はい。美術館にも行きたいなと思ってそうなんですよ。行ってみたい。もう行く日決まってるんですけど。言えないんですけど。言わないんですけど、はい。まあでもちょっとなんかそういう感じで行ってみたいな、みたいな感じで思ってます。はい。どうですかお二人、なんかアートとか。小花さん結構そうですよ大ね好。き人間なんですけど。そうですね。あんまジャンル関わらず、いろんなアートが好きなんで、ほんまにアート興味ない人って0100で分かれるじゃないですか。まあ、そうかな。ほんまに興味ない人は、なんか舞台見に行っても寝るし、美術館とかも何がいいか分からへんってよく言われるんですけど、ほんまに行った方がいいと思います。何がどう感じる部分があります？何やろ、人生豊かになる。あら、すごい。でかすぎ。だって、隣にいる人は、なんか、あんまりゼロの方でないか？ないですよ。だって、モネ展ソファーちゃんと行ったんですよ。いや、またモネか。なんかちょっと、モネ。いいですよね。よかったですよ。あ、本当ですか？はい。なんかちょっと私は、もう私だからね、現代が好きだから。ちょっとね、わかんないんですよ。ちょっとだけ。昔のやつ。私はでもどっちかというと古風な方が、古典作品がね。好きですね。まあ、そう、私はだから、ほんまに、ちょっと行ったことあるかな横尾忠則とか、はい。行ったことある？はい。行った方がいい、それは。もうすぐ近くにあるから。どんなんなんですか？もうどんなんで行かないと。ほんまにね、行ってね、まあもちろん私が、これめっちゃ好きや、この回っていう時もあるんですよ、やっぱり。美術館ってやっぱり、何ヶ月ごとに置いてるものが変わるので、で、やって常設してる施設だったらなおさらなんですよね。だから、横尾忠則展、美術館とかは、ぜひ行ってほしい。もう本当に私は結構そこから、なんか全て自分がそうなったって思うぐらい。そんなに岡本太郎もやけどな。でもなんか二人から自分は、こうなんかめっちゃ、なんかもう刺激しか受けてない。二人がいたから自分今あると思うぐらい。ガチ。そんなにそうなの。絶対行ってほしい。行きます。ぶっ飛んでるから。最高やん。そう、ぶっ飛んでるところを見てほしい。こんなんどうやって人間作ってんのって思うからね。はい、ということで、ちょっと、次はちょっと台北でのショーに、エナジーとのね、ショーについて、はい。言いますよ。じゃあ、その前に一曲、何曲かけるかな。じゃあ、園さん。はい。こないだ、はい。ビッグバンの、はい。ソルさんのライブに行ってきました。はーい。誕生日の日に。バースデーライブ。ソルの？はい。すごい。ソルの誕生日に。ソルじゃなくてソロの？あんたの回。はい。知らんわ。ライブに行けて。なるほどね。はい。あなたの誕生日に行ったんだ。はい。なので、知らんけどな。ソルさんの曲に。でもさ、めっちゃさ、上席っていうの？上席です。めっちゃ近い距離で、会えたっていうことで。やばかった。それでアイアム。お願いします。頑張ります。ソルさんで、アイアムです。どうぞ。FM 大阪あかねクラブ、振付師のあかねです。今週のカッパトークは、小花アバンギャルディとそのアバンギャルディが来ています。お願いします。前半はアートの話をしました。はい。ボグチャイナのショーが終わって、もうその直後にね、すぐに大移動しまして、
ほんと大変だよね、毎回毎回。この、衣装とかさ、荷物が多いし、大所帯だから、まあ大変よな。はい。だから一個一個その手配してくれる、皆さんアテンドしてくれる人たちもすごいもうめっちゃ大変やし気遣ってくれてね、感謝なんですけれども、まあそのまま台北の方に移動しまして、飛行機でね、あっという間に移動して、で、もうすぐ、もう何時間か仮眠してすぐまたリハーサルでしたね。はい。はい、そうでした。で、まあ、そのね、まあ、まず今回なんでこのタイプにいたかというとですね、ゴールデンベルアワード。そうです。ゴールデンベルアワードというテレビ番組がいろいろこう表彰されるような、はい、まあ番組、生放送の特別番組に出演させていただきましてですね、もうみんなドレスアップして、もうすごく綺麗に、皆さん登場されて、で、またそこでもね、ランウェイみたいな形で、今度はアミンパリスさんのお衣装を着てですね、皆さんも登場してですね、で、もう一番のメインは、なんといっても、エナジーさんとのコラボレーションショーでございます。で、エナジーさん、ね、まずなんでっていうとこなんですけれども、もうほんまに、TikTok や Instagram で、フライデーナイトって最初にかけたあの曲がバズっていて、エナジーさんは20年ぶりに結成するとかそんなんやったかな確か。そう。20年前にエナジーさんは一回ちょっとまあ、なんて言うんだろう、活動休止してから20年ぶりにみんなで再結成して、で出した曲、フライデーナイトがまた大バズりしまして、で、その曲で出てくる最後に16回スクワットっていう、まあ、その16回もその名の通りスクワットするみたいな、動きが、大バズりしていてみんなできるかみたいな16回スクワットチャレンジみたいな感じでやり始めて、で、それもアバンギャルディもやってみようとやりましたら、ありがたいことにバズらせていただきましてね、本当に。で、それがきっかけで、今回ちょっとじゃあぜひ、エナジーのショーのところで一緒に踊りましょうって言ってくれたんだよね。はい。まさか。でもあんな大きいね、ステージというか、なんかもうほんまに、私はもうすごく思い出したのは、アメリカズゴッツタレントのステージ。やばいよな。AGT 思い出したよな。なんかもうあのステージの感じとか、客席の感じとかもそうやし、生放送っていうので、もうなんか、やばい、怖い、緊張するみたいな、失敗許されへんしっていうところでね、なんか AGT を思い出しましたけれども、どうでしたか？エナジーさんが、まあ思ってたよりちょっと年、そうだね。そうだね。確かに。あの年で16回じゃん。そうやね。そうそうそう。ほんまに、みんなの、見たら、お父さん世代って言っても、まあ、ちょっとそれは言い過ぎかもしれんけど、だから45とか言ってたんだっけ一番上の方は。はい。そうやな。だから、そう、みんな20歳ぐらいだから、もう全然そういう年齢の、だから言ってた。エナジーのメンバーの皆さん、じゃあパパって呼んで、とか。娘じゃん、とか言って、そうそう、言ってた。そう、だから、そう、確かに。ね、でも、めっちゃかっこいいからさ、見えない。見えよな。えって言って、そんなことあるって。だからそれこそ、メンバーのくんださんとは、GU のね、CM で一回ご一緒した時に、その時にもう、年齢聞いて、みたいな。嘘でしょって。めっちゃかっこいいよな、ほんで。はい。かっこいいし、みんなもうなんか優しいよな。ほんまに。お上手で。いや、本当に、ね。いっぱい喋ってくれましたね。私めっちゃかっこよかったし、ショーもね、すごいかっこいいなと思いながら。でもどうでした生放送は。生放送はほんまに、ラジオもそうやし、放送もそうやけど、いっぱいしたらほんまに取り返しつけへんから緊張したんですけど、なんか、ステージ、後ろでスタンバイしてるんですけど、つけてエナジーさんが見えてるんですよ。その後ろ姿が、なんて言うんやろ、勇ましいとかなんかかっこいい、かっこいい後ろ姿すぎて、みんなで見惚れてましたよね。いや、やっぱ本番、リハーサルも何回か繰り返していろいろやっぱ入念にカメラワークとかも合わせるからやったけど、本番の気合がすごかったですね。全然違うものになってたというか。まあでもちょっと、はい、ハプニングっていうか、一人やらかししてみましたけど。またいたんですよ、一人。でもよく、今 YouTube とかでも映像があるみたいなんで、見てください。もう本当に。私はちょっとその彼女と一緒に、
たまたまリプレイして見返してたんですよ。そしたら、あとか言い出して。私、って言って。彼女、って言って。って。なんか、どういうこと？いや、でもちょっと正直、音聞こえなくて、みたいな。関西すごかったですよね。ほんまに。それも AG って思い出しましたもんね。マジで聞こえなかったんですよ。ほんまに。ちょっとだから、その可能性あるから、生放送の時には、ステージの開始もっと音量上げてって言わないと。いや、でもレベチでした、歓声が。ほんまに。そういう難しかったですよね。けど、いやいや、もうひどくて、で、なんか、でも、また、言ってしまう、セーラーなんですけど、あの人また、AGT の時もね、アイドルでやらかしてましたけど、冒頭ね。もうなんか、もう今回はもう全然取り返しつかないです。位置的にも立ち位置的にも。あれ、あんたが真ん中やったらまだ成立してたね。しないからとか言ったんだけど、いや、なんかね、全然もう事故って感じです。もうほんま申し訳ございませんって感じなんですけど、でもただ、なんかその後にこのスカートをパッて離した瞬間が全然違かったんだけど、潜る瞬間があるんですよ。こう体をぐーっと上半身をね。そこは間違ってなくて、なんでって言ったら、ちょっと横目で見てたとか、不安したからって、なんだよ。本当に。で、いい加減にしなさいって言って、臭豆腐食べろ。はい、罰ゲーム臭豆腐みたいな形でね。意外と美味しいとか言ってましたけどね。でも絶対無理や。いやいや、無理ですね。ちょっと私は無理でしたけど。ね、まあちょっとそんなハプニングもありながら、まあちょっと、今後ね、生放送、でもなかなかね、生放送で撮るってね、すごいことだし、お客さんあんだけ、お客さんとか出演者の方でしたけれども、いてね、っていうなかなか、はい、ない経験をさせていただきました。はい。はい。で、まあ、ちょっと帰国ということですね。ちょっと待ってください。ごめんなさい。ですね、じゃあここでちょっと、ご紹介しましょうかね。じゃあもう全然関係ない。読みます。滋賀県のパパちゃんマンさんも、この方よくお読みさせていただきます。なんか読みたくなるんですけど。あかねさん、アバンギャルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。皆さんは毎日毎朝、仕事や学校、ライブやイベント行く前に、朝お家でするモーニングルーティンありますか？朝行く前これをやることでいい気分でスタートをすることができる、一日をスタートすることができるというモーニングルーティンがあれば教えてください。ありますか？モーニングルーティーンか。私はもう絶対にやってることは、もうまず朝ドラ見る。そんな時間あるんですか？ありますよ。だってメイクしながらとか見れますか？メイクするとき何見てるんじゃ？見ない。何してるんですかじゃあ。耳とかさ、ちょこちょこ目は頑張れるやん。耳は音楽聴くとかもない？ラジオ聴くとかももったいない。もう私全部そうやって生きてるから、なんか、例えばやけど、めっちゃ全然関係ないけど、領収書整理しなあかんとかって、事務的な処理をするときとかも、まあ目はちゃんとやっとかなあかんけど、耳開いてるから、耳に、じゃあこの間にラジオ聞く時間にしようとかしてやってる。全然できる。私結構携帯好きじゃないんですよね。なるほど。携帯あんまり見ない。デジタルデトックスだ。そうです。そっちタイプなんで、あんまり必要としてないかもしれないですね。耳開いてるからとか思わない。いや、そうですね。で、ラジオなんて別に携帯とかじゃないですよ。ラジオ。まあ YouTube もありますけど、私の場合。だから、モーニングルーティンは何？モーニングルーティン朝これ絶対食べるとか。ないんや、意外と。私ごめんなさい。また私の話なんだけど。私毎朝うどん食べますけどね。そうですよ。毎朝。朝ってかまあ私の場合昼みたいなもんなんですけど。まあ昼です。朝昼兼用なんで。で、毎朝うどんです。飽きないですか？飽きないです。でも私同じことするの好きなんで。全然同じこと。同じ店、同じ食べ物。同じもん好き。で、同じブランドとか。嫌やね。あんまなんかその挑戦的な人間じゃないっていうか、なんか毎日違う一日が嫌かも。挑戦的ですけどね。なんか慣れたところに行くのが好き。だから、ネイルとかも絶対知り合いの人とか、髪の毛もそうやし、とか、絶対同じとこに行くのが好き。毎朝同じもんはあんまり食べたくないですけど、
ヨーグルトが好きになって、うん。で、それに合わせるフルーツの数がどんどん増えていってて、今。わお。どんどん、もう、足りない、食べきられへんから冷凍してるんですけど、はい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 。バナナ、イチゴ、ブルーベリー、リンゴ、うんシャインマスカット、普通のブドウうん、すご。とか、イチゴとか言って、 2回目に一応。イチゴもね、いろんな種類あ、、そっか。いろいろあったありるから。へして、え。蜂蜜の巣ごと買って最近。ああ。すって言うんや、あれ。蜂蜜の巣、樽じゃないん。巣蜜、もう巣どういう意味巣蜂蜜と樽じゃなくて。違う。違う。ごめんなさい、プーさんの、プーさんのツボみたいな。そうじゃなくて、酢ってはい酢あ、びっくりした、びっくりしたを買っ。て、それを食べてます。ヨーグルトと一緒に。あ、なるほどね、美味しそう。どうですかそもさん。私は、絶対、出かける前にトイレ行きたいっていう。ね、それ大丈夫でしょだから、はいなんか時間的に微妙やなとかそういう時ありますか？詰まってるもん。でもあ朝時間ないから。あれだから、家中をちょっとこうランニングして、え促す。はどういうことどういうことトイレを行ったらよい。あ、そういうことなるほどね、そっちそっちの方ね。ああと冬とかは寒いから、廊下に出て、うん廊下こうランニングして、寒いなって言って促してる何をトイレ寒かったらトイレ行きたくなりません？わからへん。なるけど、ならへん。までいい、別に。外で行けるし。絶対家で。変な子。それがモーニングルーティンね、促すのが。でもこれ結構お兄ちゃんとかもやってます。変な家族。私の今、その時間なんだけど、促すタイムなんだけど、ならんのですよ。動いたら。なんや。変わってるかな我々のモーニングルーティンです。ということで、ちょっとね、いつもメッセージ送ってくれてるんだけど、ありがとうございます。ほんまに。なんかちょっと、ほんまにめっちゃ送ってくれてんねんけど、なんかなかなかちょっと時間がなくてね、今日はなんか2個しか読めませんでした。はい、でも皆さんいつもありがとうございます。なんかわからんけど、いつもパパちゃんマンさんの、呼んじゃう。でもいっぱいみんないつもありがとうございます、ありがとうございます。はい。ということで、じゃあここで告知ございます。はい、お願いします。FM 大阪ラブフラップ公開収録 in 三井ショッピングパークララポート堺が決定しました。イエーイ。はい。ラブフラさんのね、番組の公開収録もありつつ、アバンギャルディもパフォーマンスさせてもらいます。はい。はい。1年ぶりのララポート堺でございますね。普通に来ることはできるけど、なんか席とかもあるんですかね。優先観覧エリアっていうのがございまして、それが事前抽選ということでございまして、合計300名様ご招待ということでございます。FM 大阪の、ホームページをご確認ください。ということです。はい。ということで、じゃあ、あっという間のお時間でございました。はい。来週はもうなんか、11月だそうですよ。早っ。いやいいね。じゃあ、元気に頑張りましょう。頑張ります。はい。じゃあ、小花さん、ラストソング、はい。お願いします。 10月といえばハロウィンということで、ハロウィンの映画で大好きなゴーストバスターズ。ゴーストバスターズは別にハロウィン関係なく一年中見るんですけど、その曲が大好きなので今日はその曲にします。イェイ。レイ・パーカー・ジュニアさんでゴーストバスターズ。Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? It's something weird, and it don't look good.